ょっと我慢して見てみようかなとは思うんで。まあハリウッドもいろんな魔女映画作ってるよね。なんか例えばイーストウィックの魔女たちとか、マレフィセントもそうだよね。マレフィセント、そうして、そうか、魔女だ。まああとは映画じゃないけど有名なところで言うとやっぱりエポックメイキングになったのは奥様魔女。ドラマテレビがすごく大ヒット、サマンサっていうね奥様が魔女を旦那さんのダーリンのためになんか頑張るっていう話ですごくキャラクターとしてなんかそれまでの魔女って怖いもんだったのが急に普通の主婦が魔女になってしかもそのなんか旦那さんのために頑張ってなんかトラブルを魔法で解決するっていうさすごいなんかキャラクターとして面白いものになっててこれはコメディこれはコメディですよね。でこれはもともとフランス映画だったらしいんだけど、でそれをアメリカがテレビドラマにしたらしくてでそれが世界的に大ヒットして、日本でもこの奥様は魔女はすごい大ヒットしてで日本だとそれをさらに女の子向けのアニメにしたんだよね。でそれが魔法使いサリーちゃん。そこから日本のアニメの魔女っ子ものが、いろいろ作られたっていう始まり。そっか。じゃあエスパーマミとかもその流れにあるわけですかね。そうだね。魔女もの魔法使いの魔女ものは、エスパーマミは魔女かどうかよくわかんない。あれはエスパーじゃない。あれはエスパーじゃないの。エスパー、そうだ。ネルモちゃんはどっちなんだろうね。ネルモちゃんも別に魔女じゃない。魔女じゃないか。いや、だんだんそう日本に来てその魔女っていう要素がなくなって今魔法少女だったりとかその辺の魔女の系譜がだんだんちょっと変わってきますよね。魔女ってやっぱりちょっとさちょっと宗教とかさもともとはそうじゃないですか。だからそれで呪いとかの話もちょっとあったりするのが、魔女かなっていう気がするんだけど、そういった意味だと日本の魔女とか魔法少女は可愛いですよねやっぱ。もともとは魔法使いサリーから始まってるから可愛いのかな。だからその年代によっていろんなバリエーションのさ、魔法少女ものが出たり魔法使いものが出たり日本だとね有名なところだとなんか宅急便をねなんか運んでる魔女見たりしたじゃないですか。別にタイトルぼかさなくてもいい。魔女の宅急便ですよね。でも確かに魔女って名前をちゃんとつけるのってあれね珍しいかもね。その魔法使いサリーの時でもう魔女ではなく魔法使いに変わってるけどそこから魔法使いか魔法使う少女魔法少女みたいになってるけどあえてそこでまた魔女っていうの魔法少女っていう単語がさ、一つのなんかちょっとワードとしてさアニメにちょっとハマる感じがしてさ、マドカマギカとかね。そうですね。そっか、マドカマギカもあれはちょっとダークなあえてそこを逆転させたダークな話ですもんね。逆にその魔女に戻ってくる。そっか。だから要は元に戻ったって言った方が正しいのかな。そうかもしれないね。それがなんか非常にライトでカジュアルで女の子の楽しいものだったのがちょっとまたダークな方になったっていう。でもやっぱり魔法少女がすごく良かったのは女の子がさなんかそのすごい超能力みたいなものを使ってさなんかこうスーパーマン的になんか活躍できるってところが良かったんだろうなと思うね。パッと見で分かんないけど実はみたいな感じは楽しいですよね。それこそ生原監督で言えばセーラームーンは魔法少女ではないんですかね。あれは戦隊ヒーロー。魔法少女ではないね。ではないか。変身ヒーロー。変身ヒーロー。変身ヒーローだね。そっか。でも俺でもさよくさなんか魔法少女もののなんか得意な監督とかって言われたけど俺魔法少女やったことないんだけど。そうなんですか。ざっくりしたくくりだよね。やっぱなんかその魔法少女サリーちゃんとかの系譜の中にあるプリキュアとかの流れにセーラームーンの系譜があるからだからごったに考えられてるのかもしれないですね。そうかもね。女の子が変身するとかそうですよね。ウテナだってね見方によっては魔女っぽく魔女っていう題材がウテナも出てくるからね。それで多分そういう風に言われてるんだと思う。なるほど。別に魔法少女ではないよなと思うんだけど魔女は確かに
ってそういう表現なんだけどね。まあでも講義の意味で魔法が使える女っていう意味では魔女に入ってもいいんじゃないですか。魔の女、魔女。まあでも日本は多分ね、世界で一番ね魔女とか魔法少女が好きな国だよね。確かに。こんだけたくさんの魔法少女とか魔女コンテンツがある。多分世界で一番魔女とか魔法少女作ってる。でも魔女っていう認識はないかもしれないですね。もうなんかその魔法少女としてマドカマギカとかは逆にみんな忘れてるけど、この魔法少女ってもともと魔女だよねっていうところ一つフックに。それはキリスト教とか宗教と関係あることだから、そうですよね、日本の中ではそれはもう関係ないですからね。もうあれですよ、クリスマスケーキとかバレンタインデーチョコみたいなもんじゃないですか。日本ナイズされてしまった。そうそう、面白ければ何でもいいよね。ただなんか女の子がやっぱりさっきも言ったけど、そういう不思議な力を使うっていうことで、で大人にできない力を持つっていうその全能感とか万能感、このやっぱりまあ最近はいろんなその女の子も大人になった時の多様な生き方っていうのあるけど、この魔法少女とか魔法使いサリーが始まったね60年代後半とかね70年代頭っていうのはさ、女の子のその生き方ってそれほどまだ多様さはなかったと思うんだよね。そうですね。だからこそ自由で。そこから考えた時に、女の子がね魔法使いになれるっていうことはすごく女の子にとってなんか楽しいことだったと思うんだよね。そのいろんな万能感とか全能感を大人になったら手に入れることができるってさ、それは男の子がさなんかスーパーマンになるに近いようなイメージだったと思うんだよね。確かにありますね。だから全能感を得るとかっていうのはさ、それは子供はさそういうヒーローものになりたいと思うものだからさ、まあそういう意味だとまあ今は女の子でもね戦隊もののヒーローになったりする時代だとは思うんだけど、やっぱり最初は魔法少女から入ったよなと思うね。だからこの魔法少女とか魔女ものっていうジャンルはやっぱりすごくやっぱりなんか日本人にとってこう意味があったなと思うし、まああるいはもしかするといろんな日本人だけじゃなくて世界にとっても意味があったのかなと思うね。プリキュアだって初代のテーマは女の子だって暴れたいですからね。そうだね。だからやっぱその時代にやっぱそういう女性が暴れちゃいけないとかっていうだからその辺のやっぱ意識がやっぱあったからこそのものだったんでしょうね。ディズニー作品なんかもそれこそ初期は魔女は悪役として描かれてましたけど、今のアナと雪の女王とか見てるとどっちかというといいものというか、魔女側にも事情があるよねっていう立場になってきてますもんね。まあそうだね。だから今回のウィキッドもそういう感じなのかね。そう、ウィキッドなんかも学校の話じゃないですか。で例えばマドカマイカなんかも学校が舞台だったりするじゃないですか。学園ものハリー・ポッターとかみたいな、ハリー・ポッターもまああれは魔女ではないけど魔法ものっていうくくりでは学校ものじゃないですか。その学校ものっていうジャンルでくくると魔法で学校っていうとやっぱりね、僕の世代だとサスペリアが結構ねインパクトがある。なるほど。このサスペリアっていうのはその魔女が支配する学校の話なんだけど、まあこれ魔女がなんかその学校の中の女生徒とかに何かを仕掛けてくるっていうと、まあサスペリアは僕の世代には強い印象を与えてたよな。いやだって結構前にいくりさんにおすすめされて見ましたもん。ホラー苦手なのに。ホラーでした。そういやでもこれは見たことあるホラーだな。でもそのサスペリアって僕は77年公開なんだけど、これ最近ちょっとリメイクだからリブートされて、2018年にもサスペリアは作られてるんだよね。おすすめされたのはどっちか分かんないから日本刀を見ましたもん。辛かったホラー苦手な自分には。ホラー苦手なんだ。いや苦手なんですよ、怖いのダメで。サスペリアって77年版もすごいビジュアルがさすごいなんかちょっと独特で美しいじゃないですか。すごい独特でしたね。美しいじゃないですか。この時代にねこんなスタイリッシュな映像はすごいと思うよ。そうスタイリッシュであった、すごい77年版。だからそういう意味だと見え方としてアニメにすごく近い見え方で、いわゆるアニメの BG みたいな結構彩りはっきりした背景が作られるようなそういう彩りでしたね。ハセコ BG が多分伝わんないと思う。背景アニメの背景みたいな感じのこう結構発色豊かな感じの絵作りですよね。赤とかね青をね、結構基調としたねすごいスタイリッシュな画面
面作りをしててね。映像綺麗でしたね、すごい。そうで話もねすごくシンプルで分かりやすい話だよね。あらすじ的にはどんな話になるんですかこれは。バレエ学校に入学した少女が、まあ、謎の連続殺人事件に巻き込まれるっていう、まあ、ちょっと不思議なホラー映画だよね。でこれ1977年版はダリオ・アルジェントっていう人が監督をしてて、でこのダリオ・アルジェントっていうのはもう70年代このサスペリアから始まって、まあ、80年代前半までを牽引したもうホラーのなんか帝王とかって言われてる人だよね。まあ70年代ホラーのまあその代表作の一つだよね。でこれがなんで登場したかっていうと、そもそもエクソシストっていうのが1973年に世界的に大ヒットしたんだよね。でこのエクソシストからその世界的なホラー映画のブームがまあ到来するんだよね。まあなんていうのかな、かつてねハリウッドのその西部劇を真似してね、マカロニウエスタンブームを作ったイタリア映画が今度は西部劇の次にはマカロニホラーを作ったっていう体だよねこれね。ああなるほど。イタリア映画なんですねこれは。これはイタリア映画だね。ダリオ・アルジェントがそもそもイタリア人。ダリオ・アルジェントは他何撮ってる人なんですか？フェノミナとか、聞いたことある。まあ、あとはハリウッドにも進出してインフェルノとか撮ってたかな。インフェルノか聞いたこと、どれも聞いたことあるけど怖くて見たことないやつだな。まあでもまあなんていうのかな、僕の世代だと77年にスターウォーズが公開されたんだけど、まあスターウォーズから始まって、まあ SF 映画とかアクション映画とかホラー映画とか、そういわゆるジャンクムービーって言われるようなジャンルの中に含まれてるようなイメージだね。まあでも77年にスターウォーズがアメリカで公開されて、まあ日本は78年からだったけど、まあサスペリアも77年からまあ公開されたんで、まあなんかイメージとしては僕の中ではスターウォーズ時代に公開されてる映画って。アメリカから襲来したいろんな文化の。なんていうのかな、そういうのが楽しいっていう風な、今でもさ、結構さ、ホラー映画とか好きじゃないですか。で、そういうのってもともとやっぱり、この時代から始まってるイメージだね。まあだからエクソシストが最初紹介されて、でエクソシスト以前のホラー映画ってまあエイリアンの時にも話したけど、まあハマープロの映画とかドラキュラとかそういうもんだったんだよね。ところがこのエクソシストが結構そのキリスト教っていうそのものをまあ題材にしてマジで怖いわけじゃないですか。それで僕らの生活の延長線上にあるビジュアルとかを見せてきてすごく怖いみたいなね。だからそういう意味でもまあなんかそのエクソシストの流れの中にある映画だよね。だからそれまで砂利向けって言われてた映画とちょっと違うハイティーンとか大人が見るための映画としても見れるっていうね。確かにエイリアンの時も言ってたハマプロとか子供向けどうなんかこうドラキュラとかっていうところだったところが大人向けに本当に怖いホラーを作り始めたっていう時代ですかね。そういうなんかいろんなジャンルが生まれた時代っていう感じですねやっぱ。そうね、60年代から70年代そうジャンク映画とか SF サイファイ映画みたいなのが始まった時代のまあ一つで代表作だよね。楽しいいい時代ですね。そうね、ここら辺からやっぱりねチャンネル登録高評価よろしくお願いします。またのご来店をお待ちしております。